皆様ごきげんよう。ハッピーヤッピーチャンネルのみーくんパパです。今回はと違った形式での動画投稿となります。テロップにもあるようにしばらくは家族3人での投稿になるんで、ちょっと今回は僕とみーくんに密着してみようと思います。いろんな YouTuber の人がやってるんで、一度は自分もやってみたかったんですけれども、需要あるかわかりませんが、こんな感じで実況していくんで、最後までご視聴していただけたら嬉しいです。息子は最近朝食にチョコスティックパンにハマっているんですけども、何のこだわりかわかんないんですけど、パスコのしか食べません。この日はちょっと寝坊してしまったんですけれども、とりあえず3人揃ったんで、朝食の準備を始めたいと思います。一応息子の方が昨年から療育園に転園して毎日療育を行っていて、娘の方は保育園に通ってます。寝癖がやばいです。離れた。ここ数日前から鼻炎が続いてるみたいなんですけども、昔からなんですけど、何回言ってもティッシュをバーって大量に使ってしまいます。僕はとりあえずバターパンを焼いて、パンが焼けるまでの間にとりあえず自分の身支度をパパパッと済ましちゃいます。ここ逃しちゃうとなかなかタイミングがないので。娘はいつも寝るときにおもちゃを必ず一つ持って上がるんですけど、今左の手元にあるやつなんですけど、それがポロッと今落ちてしまいました。で、ちょうど衣服の準備が終わった頃に、パンが焼き終わりましたね。今子供たちもパンを食べ終わったみたいですね。チョコスティックパンだけどやっぱり足りなかったみたいですね。でも日によっては食べなかったりするんで、そのさじ加減がすごい難しいです。結局自分が食べようとしてた分を子供たちにあげました。で、また焼き直してます。その間にお帳面を今記入してます。で、追加でパン焼き上がったんですけど、結局また食べるって言ったんで、また半分ミークにあげました。で、今バリスタでコーヒーを入れてるんですけど、アプリから入れて飲んで食べてます。で、また残りの半分も欲しいって言ったんで、結局あげたんですけど、この日はパン1枚半とチョコパン2本ぐらい食べてて、本当に日によって食べる量が違うんですごい困るんですよね、これが。ゆっくりここでコーヒー飲みたいとこなんですけども、とりあえず娘の着替えを手伝おうと思います。必ず娘は朝にうんこさんするんで、その流れで着替えするっていうのがいつものパターンになってますね。ここ最近なんですけど、みーくんがその着る服にすごいこだわりが出てきて、グレーのスウェットみたいなやつしか履かなくなってしまって、それをずっと今なんか言ってますね。まだちょっと排泄面がまだちょっと未熟なところがあって、今ちょっとお漏らしをしてしまいました。このままトレパン履き替えさせて着替えさせようとしてますね。ちょっとここでしたらあかんやんか。もうまだ出し切れてなかったみたいで、残りを全部ぶちまけられちゃいました。僕のズボンぐちゃぐちゃになっちゃいました。トイレでしないと。間食時にその場でおしっこをわざとするとかあるんですけど、このパターンは初めてやったんでちょっと自分も焦ってしまいました。前日にお気に入りのズボン履いたままおしっこ漏らしちゃったんで、ズボンが今日はないんですよね、この日は。そのズボンじゃない。昨日言ってたやん、ちゃんと。洗濯してる時はもうあれしかないよって言ってたでしょ。洗濯しちゃいけない。とりあえずもう時間が来てしまったので、先に娘を送ることにしました。どっちか選んどいて、その間に。もうさすがにちょっと時間がかなり過ぎているんで、強行突破するしかありませんでした。とりあえず娘だけを先に送って帰ってきました。その間、みーくんは妻に見てもらってました。まだズボン履けてないみたいですね。一応みーくんは、落ち着きを取り戻してくれてるんですけど、まだズボンを履けてなくて、もうすでにこの時朝の10時を過ぎてました。みーくん、ズボン選ぼう。
口が開かないんで、とりあえず消去法でいくつかあるうちから嫌なやつからちょっと省いていくことにしました。もう消去法もダメで、とりあえずもうパンツのまま車乗って園に着いたら園のズボンを借りるっていうのをみーくんに提案しました。着いたら好きなズボンを車に持ってきてもらう。で、一応納得はしてくれているんですけども、なかなか先に進めない状況が続いてます。もう10時半過ぎたんで、さすがにダメだと思って抱っこでちょっと車に乗せることにしました。で、一応家のズボンを予備で持っていきました。ようやく帰ってきたのがもう11時前ですね。もうこの時点でかなり疲れてます。一息つけないとこなんですけども、ちょっとこの日は雨あったんで、洗濯物乾燥機に持っていくことにしました。ミークのお気に入りのズボンを乾かさないとまた明日ちょっとトラブルが起こるんで。で、これがみーくんがどうしても履きたかったこだわりのズボンですね。本当に数日前まではこんなことなかったのに、ほんまになんでやろうっていう感じで、ほんまに謎です。風呂洗いなんですけども、基本的に2日に1回うちは洗ってて、ただたまに浴槽でうんこちゃんする時があるんで、そういう時は続けて洗うことになります。僕は基本的には風呂洗いは結構好きな方です。皿洗いの時はもうゴム手袋必須になってます。もともと後でひどかったんですけど、今はもう克服してるんですけども、乾燥の季節なんで予防の意味を込めて手袋してます。息子のこだわりに悩ませられる日々なんですけども、僕も大概こだわりがあるなぁと思って、人のことをあんまり言えへんなぁと思うことがありまして、食洗機があるのに手洗いでついつい洗ってしまったりとか、洗うときはお湯じゃないと嫌とか、包丁は洗ったら食洗機入れんと元の場所に戻したいとか、きっとこの投稿を妻が見たら怒るでしょう。というのは冗談で、コーヒーもすっかり冷めてしまってて、で結局朝ごはんも食べれてないんで、むっちゃお腹空いてます。このゴム手袋なんですけども、Amazon で妻が見つけてきてくれて、2層で1080円でちょっと高いんですけど、使用感がすごく良くておすすめなんで、概要欄に URL 貼っとくんで、よかったら見てください。一回言ってみたかった。とりあえずコインランドリー着いて、乾く間にお昼ご飯を買いに行きました。この日は妻の要望で焼肉弁当を買ってしまいました。一通り用事を終えて、12時半頃に帰ってきて、腹ペコすぎてもう爆速で弁当を食べちゃいました。少し休憩と思ったんですけど、とりあえずパソコンいじり出します。お迎えが3時前なんで、それまではちょっと休憩ってことで、メガネはブルーライトカットのメガネです。で、この日はお迎えの流れで、息子発達外来の方を予約してて、っていうのも特別児童扶養手当の更新月で、医師の診断書が必要だったので、本人を連れて行けないといけないので、一緒に行くことにしてます。あっという間に時間が来てしまったんですけど、必ず最初におやつって言ってくるんで、おやつを持って待機してます。予定より10分ぐらい早くバスが到着しました。早く着いててよかったです。ちょっとまだオウム返しとかをしてしまう時があるんですけども、言える時もあります、普通に。おやつちょうだい。出たおやつ。ちゃんとおやつ用意しといてよかった。こういう長時間の移動はすごいおしっこが心配になります。ではとりあえず出発します。ストップやで。右見て左見てね。よかったな。なんか匂いがいつも決まった洋食屋さんの前を通ると、匂いが気になるみたいでいつも鼻をつまんでますね。クリニック到着。もう2年ぐらい通ってまして、基本的に月1回のペースで通ってます。いつもメラトベルっていう睡眠のお薬と、あと最近新しく処方された ADHD のお薬を、この日も一緒にもらうことになってます。少しだけ年上のお兄ちゃんがいて、珍しく仲良く遊んでくれてました。レア映像です。
診察が始まると、すぐに絵本を手に取っておとなしくしてました。普段はあんまり見ない迷路の絵本を珍しそうに見てました。部屋に入った瞬間に靴下脱いで、やっぱり落ち着くと思うんですけど、その後も先生の質問にもちゃんと答えてました。朝の大変やったことをちょっと先生にお話ししてます。先生から見て息子はどういう風に見えますかっていうふうにちょっと質問してみました。先生から見てこの子ってどうなんですか？率直に典型的な感じはあるというふうに先生に言われてしまいました。最後、切り替えに少し時間がかかったんですけど、無事に診察もスムーズに終わりました。カバン持ってください。ありがとうございました。お疲れ様みーの。帰る頃にはちょっと雨が降ってて、濡れてしまうとちょっとパニックになったりするんで、ちょっと持ってきてた傘とカッパを用意したんですけども、間違って娘の持ってきてしまいました。ちょっとこれが嫌やし来たくない。もう案の定ブチギレさせちゃいました。なので泣く泣くちょっと抱っこで車に戻ることにします。怒っとりますね。もうこの時普通に5時を回ってるんで、とりあえず買い物によって急いでお家へ帰ります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回少し長くなってしまったんで、前半と後半に分けての投稿となります。すみません。ご覧いただいたように我が家では朝から何かしらトラブルが起きて、スムーズにいかないことが日常茶飯事なんですけども、また後半でも夕食から寝かしつけまでの様子をモニタリングしていけたらと思いますので、またぜひご視聴いただけると嬉しいです。それではまた後半の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。